長生きする柴犬の共通点1つ目、お散歩の習慣がある。あなたは愛犬を毎日お散歩に連れて行けていますか？お散歩イコール単なる運動とイメージしている方も多いかもしれませんが、実はお散歩にはそれ以上の嬉しい効果があるんです。というのも、お散歩ではお家の中だけでは不足しがちな五感を使った刺激をたくさん受けることができるから。例えば草むらの匂いをくんくん嗅ぐ、季節とともに変わりゆく景色を眺める、風に吹かれながら鳥のさえずりを聞く、そしてお友達犬や他の飼い主さんと挨拶をする。お散歩で出くわすそのすべては柴犬の脳に刺激を与え、体力的だけでなく精神的にもストレスを発散できます。ストレスの少ない柴犬とストレスの多い柴犬、どちらがより健康的に生きられるかは言うまでもないですよね。また特に柴犬は遺伝的に認知症になりやすい犬種だと言われているのを聞いたことはありませんか？若いうちからはもちろん、シニア期に入っても無理のない範囲でお散歩を続けることで認知症の予防にもつながります。実際に豆柴きなしゃんも毎日朝晩2回のお散歩は欠かせません。特にきなしゃんの場合、ママだけパパだけでお散歩に行くよりも、ママもパパも連れて家族みんなでお散歩に行くのが大好きです。みんなでお散歩をしている時のきなしゃんは満面の笑みでお目目をキラキラさせながらとても幸せそうな顔をするので、それを見ていると飼い主のストレスまで吹き飛んでいきます。一日の大半をお家の中で過ごす現代の柴犬にとって、日々のお散歩は心と体の健康を保つ上で最も大切な習慣と言っていいのではないでしょうか。次に、長生きする柴犬の共通点2つ目、適正体重をキープしている。突然ですが、日本の飼い犬の 54.9% が肥満または太り気味であるというデータがあるのを知っていますか？ 54.9%、 それはつまりおおよそ2頭に1頭ということです。すごい数字ですよね。うちの子は大丈夫と思っているあなたも他人事ではありません。柴犬に元気に長生きしてもらうためには、飼い主が愛犬の体重、体型をしっかり管理してあげる必要があります。というのも、太り気味の犬は適正な体重の犬よりも寿命が短いことが分かっているからです。犬種によっては平均2年半も寿命が縮まることも。人間だって太りすぎには生活習慣病などのリスクがつきまといますよね。それと同じで、ワンちゃんの肥満は関節炎や心臓病、呼吸器疾患、糖尿病など様々な病気のリスクを高めてしまうんです。では具体的に柴犬の適正体重とは何キロくらいのことを言うのでしょうか？一言で柴犬といってもその個体差はかなり激しく、体重10キロを超える大きな子もいますし、逆に体重4キロ台の小さな豆柴もいます。柴犬の体つきは感毛の具合でもコロコロと変わってしまうので、なんとなくで判断せず、定期的に獣医さんに確認してもらうのが良さそうです。実際に豆柴きなしゃんの場合は7キロぴったりが適正体重だと獣医さんから言われています。そして実を言うと、きなしゃんは2歳で迎えた去年の夏、体重 7.6 キロ、まさに太り気味の柴犬だったんです。動物病院での健康チェックで、きなちゃんちょっとお肉ついちゃったねと指摘されてしまい、そこからきなしゃんのダイエット生活が始まりました。飼い主としては、たった 0.6 キロで太ったとか言われちゃうの？と少し不服に思ったのも本音ではありましたが、いざダイエットを始めてみると、この 0.6 キロがなかなか減らない。
お肉ってつくのは簡単なのに落とすのは大変なんですよね。きなちゃんの場合、毎日ご飯で食べているカリカリの量を 20% 減らすのを半年ほど続けました。そして現在は無事にダイエットに成功し、6.9 キロから7キロの間をキープしています。愛犬が食べ物をねだってくると、ついついあげたくなってしまうのが飼い主心だとは思いますが、ワンちゃんにとって肥満は万病のもとです。柴犬に元気に長生きしてもらうためにも、適正体重をキープできるよう頑張っていきましょう。続いて、長生きする柴犬の共通点3つ目。週3回以上歯磨きする。あなたのワンちゃんには歯磨きの習慣はありますか？シャンプーやブラッシング、爪切りなど、柴犬のあらゆるお手入れの中でも、お家によってかなり差が出てくるのがこの歯磨きではないでしょうか。毎日歯磨きしている子、これまでほとんど歯磨きしたことがない子、それぞれいるとは思いますが、柴犬の健康を考えるのであれば、最低でも週に3回は歯磨きをしてあげるのが理想です。なぜなら犬には人間の4から5倍のスピードで歯石がついてしまうから。唾液が弱酸性の人間と違って、犬の唾液はアルカリ性です。歯垢はアルカリ性に近いほど歯石になりやすいという性質があるため、犬の歯垢はたった3日で歯石になってしまうと言われています。歯石がつくと歯周病になるリスクが高まりますし、さらに歯周病になると腎臓や心臓、肝臓など全身に重篤なトラブルを起こす危険性が出てきます。歯の痛みからご飯を食べられなくなってしまう子もいるため、歯垢が歯石に変わる前に、つまり週に3回は歯磨きをして歯垢を取り除いてあげることが大切なんです。実際に豆柴きなしゃんは夕方のお散歩から帰ってきた後に毎日歯磨きをしています。最初は歯ブラシにかなりの抵抗を見せていましたが、チキン味のお気に入りの歯磨きジェルに出会ってからは、自分から進んで歯ブラシを加えてくれるようになりました。とはいえ、柴犬は神経質で警戒心の強い子が多いので、口に絶対に歯ブラシを入れたくないというタイプの子もいると思います。歯ブラシが難しい場合、デンタルガムを食べさせたり、歯磨きペーストを塗るだけでもお口の健康につながることがあるので、無理のない範囲でその子に合った方法を探してみてはいかがでしょうか。長生きする柴犬の共通点4つ目。お留守番は4時間以内。あなたは普段愛犬をどのくらいお留守番させていますか？お仕事やご家族の都合で毎日朝から晩までどうしてもお留守番をさせざるを得ないという方も少なくないとは思いますが、柴犬にとっての幸せと健康を考えるのであれば、毎日のお留守番は最長でも4時間以内に留めておきたいところです。なぜなら長時間のお留守番は犬の健康に重大な影響を与える可能性があると言われているから。私たち人間も娯楽も何もない限られた空間で毎日を一人ぼっちで過ごさなければならないとなったら、きっと想像を絶するストレスを受けてしまいますよね。体に異変が出てきてもおかしくないと思います。それと同じで、柴犬にとって長時間のお留守番はかなりのストレスです。あまりにも刺激の少なすぎる環境では、脳の神経細胞であるニューロンが破壊されてしまうこともあります。想像してみてください。柴犬はお留守番中、どんな気持ちになっていると思いますか？自力で外出することはもちろんできません。遊び相手もいないし、食べ物を用意することもできない。行ってくるねと飼い主に言われたものの、本当に帰ってくる保証なんてどこにもない。とてつもなく不安に思いませんか？柴犬をお留守番させるということは、つまり
こういった不安や退屈、そしてストレスを柴犬に強いてしまうということなんです。実際に豆柴きなしゃんも4時間以上のお留守番をさせてしまった日は精神的に不安定になります。いつもはいたずらなんてほとんどしないのに、カーペットをむしり取るまでホリホリしてしまったり、いつもはほとんど泣いたりしないのに、クークーと大声で泣き始めてしまったり、その様子を見ると、きなしゃんがお留守番で相当のストレスを感じていたことがわかります。柴犬がどれくらいお留守番をする生活になるかは、ひとえに飼い主の生活スタイルにかかっていると言っていいのではないでしょうか。柴犬に健康に長生きしてもらうためにも、お留守番によるストレスはなるべく減らしてあげたいですよね。長生きする柴犬の共通点5つ目、かかりつけの動物病院がある。あなたのワンちゃんは動物病院好きですか？豆柴きなしゃんは大の苦手です。動物病院が大好きな柴犬ってきっとかなり珍しいと思います。しかし、たとえ動物病院が嫌いだったとしても、かかりつけの動物病院を持っておくこと、異常がなくても定期的に病院に行くことは、柴犬の健康、そして命を守ることに直結します。なぜなら、飼い主だけでは見落としがちな柴犬の異常も、獣医さんなら気がついてくれる可能性があるから。飼い主が普段から愛犬の健康をチェックしておくことは確かにとっても重要ではありますが、愛犬という特定の犬と接し続けている飼い主だけではどうしても異常だと気がつけないことがあります。獣医さんをはじめとしたプロであれば客観的に他の犬との比較をしてくれるので、最低でも年に1回は動物病院での健康チェックをしてもらうことが大切です。実際に豆柴きなしゃんは2ヶ月に1回定期的に動物病院に通っていることで、飼い主だけでは問題視できなかった太り気味の状態を指摘してもらうことができました。指摘されたその時は、全然太ってないじゃんと内心では思ってしまったのですが、結果的には完全な肥満になる前にダイエットを始めることができたので、今となっては獣医さんに感謝をしています。かかりつけの動物病院を持っておくことで、柴犬の健康状態を正しく把握できるのはもちろん、突然の病気や怪我など一刻を争うような事態にも対応してもらいやすくなります。柴犬の健康を保つ上で、信頼できる動物病院の存在は欠かせないものではないでしょうか。ここまで長生きする柴犬の共通点を5つ解説してきました。あなたのワンちゃんはいくつ当てはまりましたか？柴犬が幸せに健康に過ごせるかどうかは、すべて飼い主のあなたにかかっていると言っても過言ではありません。このチャンネル豆柴きなしゃん柴犬との暮らしでは、今回のように柴犬との暮らしをテーマにした動画を定期的にアップしています。愛犬をもっと幸せにしたいと思った方は、最新の情報を見逃さないようチャンネル登録をお忘れなく。最後に一つだけ、豆柴きなしゃんの飼い主である私の身にいつか必ず訪れるであろうペットロスへの覚悟をお話しして動画を終わりたいと思います。愛犬に健康に長生きしてほしいというのは全ての飼い主が願っていることだとは思いますが、それでも犬の寿命が人間よりも短いのは紛れもない事実です。実を言うと、私には昔の愛犬への後悔があります。それは失うことを恐れて愛情にストッパーをかけてしまったことです。昔の愛犬がシニア期に入り、年を重ねるごとにみるみる老いていく姿を目の当たりにして、私はだんだんと愛犬を直視できなくなっていました。愛情をかければかけるほど、別れの時の悲しみが増幅するんじゃないかという不安で頭がいっぱいになっていたんです。
そんな状態でお別れの日を迎え、まず思ったのが、最後まで愛情を注ぎきればよかったという後悔でした。愛情にストッパーをかけたのにもかかわらず、それで悲しみが減ることなんて1ミリたりともなかったし、こんな後悔を抱いてしまった自分を何度も何度も責めました。この後悔はキナシャンをお迎えした現在でも全く消えていません。だからこそ私はキナシャンを最後の最後まで愛しきると決めています。きっとお別れが怖いのはキナシャンだって同じだし、むしろそれを取り除いてあげてこそ飼い主の務めだと思うから。あなたは愛犬の健康や幸せのために決めていること、実践していることはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。